こんにちは、森井です。今回は絶対にやるべきカイロソフトの新作3タイトルについて、その理由とそれぞれ実際のレビューを交えて解説していきます。皆さん、カイロソフトは最近やばいですよ。本当に面白くなってきてます。最近の3作品は特に操作性が改善されているのと、コンテンツが豊富になってきているので、とにかくやり込めて面白い内容になっています。カイロソフトこれから初めてやるよという方はもちろん、旧作はだいたい遊んだけどまだ面白いないのかなと探している子さんの方にもおすすめの内容となっています。この動画を最後まで見ていただくと、カイロソフトの最新3タイトルがどんな内容なのか、カイロソフトが最近進化している部分がどんなところなのかについてわかるようになります。また、このチャンネルではカイロソフトやその他シミュレーションゲームの攻略検証動画をどこよりも詳しく解説していきます。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では1本目の最新タイトルからご紹介します。1本目の最新タイトルは2020年11月30日にリリースされた冒険ダンジョン村2です。Apple Store 公式評価 4.4、レビュー数529でした。ちなみに Google プレイの評価も 4.7 とかなり高いですね。カイロソフトの全タイトルの Apple Store 評価が、平均 3.7 ですので、この評価が高さがわかるかなと思います。冒険ダンジョン村1が Apple Store 星評価 3.6、Google プレイの評価も 4.3 なので、圧倒的に2の方が高評価です。冒険ダンジョン村1の時点でかなり面白かったんですけども、2でパワーアップしたことが客観的なこの評価を見てもよくわかるかなと思います。こちらどんなゲームかと言いますと、 RPG の冒険者に向けた村を経営するシミュレーションゲームですね。ドラクエとか FF をプレイしたことがある方ならわかると思うんですけども、ゲームのダンジョンの近くって必ず村がありますよね。あそこを育成したりとか、武器を揃えたりいろいろとお世話になると思うんですけども、あの村を経営するというすごい発想のゲームです。これを聞いてる方はどういうこと、それ面白いのって感じだと思うんですけども、私もプレイするまでは面白いのかなと思ってました。でもめちゃくちゃ面白いです。村にやってくる冒険者を純粋に育成して最強チームっていうのを作っていくのもありですし、とにかく村を潤わせるために冒険者から搾取しまくって、成金みたいな村にすることもできます。プレイする人のスタイルによってどんな村にすることも可能です。そして住み心地のいい村を作ってあげると、冒険者が定住してしまってもはや冒険をやめるっていうのもあるんですけど、冒険ダンジョン村2が特に面白いポイントについて以下3つにまとめましたので、それぞれ解説していきます。まず1つ目はバラエティ豊かな育成要素です。村を経営するシミュレーションゲームと言いつつも、実は冒険者の育成がこのゲームの半分を占めています。冒険者向けの村を経営するはずが、村長がなぜか冒険者の育成まで管理するという、どういうことって感じなんですけども、 RPG のコツコツ育成が好きな方にとっては嬉しい要素かなと思います。私も育成をコツコツやるのが大好物なので、めちゃくちゃ楽しんでました。で、街が発展していくにつれて、いろんな職業の冒険者がやってくるので、そのステータスや職業がバラバラの冒険者をどう強くするのかというところも考えながら施設を設置したりとか、クエストへの参加を指示したりするのが面白いですね。2つ目は戦略性があり、工夫の余地があることです。カイロソフトの中ではあまり戦略を考えなくてもサクサクできてしまう経営系のものから、戦略性を持ってプレイしないとなかなか伸びない難易度のタイトルもあります。冒険ダンジョン村2では結構戦略性が重要で、こういう攻略情報を収集しながらプレイしないとかなり差がついてしまうゲームかなと思います。何も考えずに淡々とプレイしてももちろん進めることはできるんですが、より効率的に育成するには、より効率的に金策してお金を稼ぐにはと考えていくと、かなり工夫が必要になりますし、工夫するほど圧倒的に早く進めることができます。この効率を上げるところが楽しくて、私も過去動画のこちらの動画とかでは冒険ダンジョン村2と1の攻略を解説しています。もしこれからプレイしてみたいと思っている方は、こちらの攻略情報を見ながら絶対にプレイしていただくとより楽しめるんじゃないかなと思います。3つ目は新マップへの展開です。こちら冒険ダンジョン村1に対して2で追加された要素になります。この新マップへの展開によってやり込み要素が格段に進化したんじゃないかなと思いました。これはめちゃくちゃワクワクしましたね。1では一つの村を最強にしたらもうそれで終わりだったんですけども、2ではなんと一つの村をある程度発展させたら別の村にある程度の要素を引き継いで展開することができるんですね。しかも雪国とか結構マップによって条件も変わっていて、そのマップが変わるたびに新鮮な気持ちで遊ぶことができました。実際にレビューでも時間泥棒です。2面までのレビューとなりますが面白いです。冒険一つ分の程度の金額で30時間以上楽しめます。面白い。カイロソフトのゲ
ゲームは最近ハマり始めて、湯煙2、野球部、ボクシング、ゲーム発展国をプレイしました。自分としてカイロソフトのゲームに一番求めているのはやり込み要素で、今回の冒険ダンジョン村2は今までやっている中で一番やり込み要素があるゲームだと思います。カイロソフトのゲームをやったことなくて、どれから始めようか迷っている方には、今作か湯煙温泉郷2をおすすめします。湯煙、ボクシング、そして今作と楽しさとやり込み要素を常に増やしてくれる開発者の皆さんには感謝しています。今後のゲームも期待しています。というように、やり込み要素や新機能についての好意的なコメントをされている方がとても多く感じられました。次に2本目の最新タイトルをご紹介します。2本目の最新タイトルは2021年1月29日にリリースされた創作ハンバーガー堂です。Apple Store 星評価 4.5、レビュー数1204でした。Apple Store 評価だけであれば先ほどの冒険ダンジョン村2よりも高評価でレビュー数も多いですね。冒険ダンジョン村2も相当面白いんですけども、これを超えてくるっていうのもさすがだなと思います。内容はハンバーガーショップ経営シミュレーションゲームですね。Twitterとかだとバーガーのカイソフトバージョンとか呼ばれているので、当時プレステでバーガーをやった方からすると、懐かしさを感じながらプレイできるんじゃないかなと思います。バーガーは1997年にプレステでリリースされたハンバーガー経営シミュレーションゲームなんですけども、最近だとノバマンさんとかもこの創作ハンバーガー堂とかを実況されてたので、そこから見かけた方も多いんじゃないかなと思いました。この創作ハンバーガー堂が評価されている3つの要素についてそれぞれ解説していきます。まず1つ目は独自性のあるハンバーガー開発ができることです。タイトルで創作と言ってるだけあって、開発がこのゲームの半分を占めていると言っても過言ではないかなと思います。最初は組み合わせられる素材や段数にかなり縛りがあって、自分の好きなハンバーガーを全然創作最初はできないんですね。後半になるとかなり自由度が高いハンバーガー作りができるようになってきます。序盤はキュウリケチャップバーガーとか玉ねぎバーガーみたいなひどい素人みたいなバーガーしか作れないんですけども、後半はですね、カニローストビーフバーガーみたいなものも結構作れるようになったりします。私もこの動画で、最高級バーガーを作って荒稼ぎする遊び方をやってみたんですけども、すごい楽しいですね。カイルソフトの世界ではお客さんに客単価の限界というか、客単価っていう概念がないので、高単価バーガーを作れば無尽蔵にお金を稼ぐことができちゃいます。シミュレーションとはって感じなんですけども、高単価かつ高評価になると限られた素材でどう作るかっていうのがとても面白いなというふうに思いました。次に他社店舗を乗っ取って多店舗展開できることですね。実は自分の店舗経営だけではなくて他チェーンとの競争も楽しむことができます。序盤は全然勝てないんですけども、後半に向けて高単価バーガーを量産していくことができれば余裕で追い抜くことができます。店舗展開する時も何もないところに新規出店もできるんですが、ライバルチェーンが出店している人気エリアを乗っ取って店舗展開することも可能です。このライバルチェーンを乗っ取って自社ブランドが展開していく過程を楽しむこともできるのもシミュレーションゲームの醍醐味かなと思います。3つ目にコンテストの難易度が絶妙なことですね。カイルソフトといえばコンテストなどゲームがマンネリ化しないように定期的に開催される評価会っていうのがあるんですけども、ここを乗り越えることでゲームプレイヤーの習熟度が上がっていくようにうまく難易度設定されています。今回の創作ハンバーガー堂ではこのコンテストの難易度が絶妙だなというふうに感じました。お金を稼ぐのはね、比較的さっき言ったように高単価バーガーを作ればサクサクできるようになるんですけども、このコンテスト評価は一筋縄では全然うまくいかないです。ハンバーガーに旨味とか辛味とか、あと香り、甘みなどいろんな要素があるんですけども、コンテストごとにどこを特化させるのかとか、相性をどうやって考慮するかというのが非常に重要になってくるので、このコンテストがあることによってやり込み要素が増えてるなというふうに感じました。実際のレビューでも相変わらずの面白さです。今回はハンバーガー屋さんの経営シミュレーションゲームで自分の好きなハンバーガーを開発できるので、それぞれオリジナルのハンバーガー屋さんにすることができます。値段以上の面白さだと思いますので、シミュレーションゲームが好きな人は絶対に買うべきです。そうでない人も通勤通学時間を有意義なものにするためにぜひプレイしてみてください。あっという間に目的地についてますよ。久々のゲームです。古き良きプレステ時代のバーガーというゲームが好きだったこともあり購入。ゲーム性に違いこそあれ懐かしいなような気持ちでプレイしています。中盤になるとやることが多く目まぐるしくなりますが、途中から
放置ゲーになりがちな他のカイロソフトのゲームに比べるとプレイしている感がしっかりあっていいかも。操作性についての良くないレビューもありますが、ショートカットの活用と慣れて気にならなくなります。基本的に難しい要素はなく、サクサクと進められるので楽しいです。というように、プレステ時代にバーガーをやっていて、ハンバーガー丼プレイしているという方が結構多かったです。シミュレーションゲームとしても十分楽しめるととても高評価でした。次に3本目の最新タイトルをご紹介します。3本目の最新タイトルは2021年4月27日に Android でリリースされた最新タイトル、森林キャンプが丘です。iOS でも昨日5月7日にリリースされました。私ももちろん早速購入しました。5月の8日現在ですと Google プレイの星評価では星 4.0、レビュー数106でした。先週紹介したこちらの動画だとレビュー数が29だったので、1週間で80近くレビューが増えているかなというところですね。4.0 は平均値くらいですので、カイロソフトの全体61タイトル中の平均が 4.1 ですから、過去作と大体同じくらいの評価かなと思います。今回の森林キャンプが丘は見ていただくと分かる通り、キャンプ施設経営シミュレーションゲームです。なかなか外で遊べない昨今の状況に合わせて、こういうキャンプっていうテーマでリリースされたのは嬉しいなと思いました。グラフィックもとても綺麗になってまして、キャラクターの細かい動きが多く、動きを見てるだけでも癒されます。またアウトドアショップ経営の方では、これまでの他タイトルのように店舗経営スタイルでシミュレーションができます。キャンプ施設経営シミュレーションゲームなのにこういう店舗経営もできるというところで、一つのソフトで2つ美味しいかなというふうに感じました。キャンプ経営だけだとかなりまったりしているので飽きが来やすそうなんですけども、このアウトドアショップ経営という日本軸があることでうまく補完できるのかなと個人的には思いました。続いて今回の森林キャンプが丘が評価されている3つの要素についてそれぞれ書いていきましょう。まず1つ目の理由は、キャンプ場型の箱庭制作ゲームの醍醐味が味わえることです。カイロソフトは見下ろし型視点の箱庭制作ゲームが多くあるんですけども、今回も見下ろし型視点のキャンプ場箱庭制作ゲームに近い内容になっています。カイロソフトではプールですとか温泉とかキャンプっていうテーマに特化した箱庭制作ゲームを多数リリースしているんですけども、こういう他のシミュレーションゲームであんまりそういうリリースされてこなかったようなテーマでもシミュレーションっていうのに落とし込んでいるのがカイロソフトの魅力かなというふうに思います。かゆいところに手が届く的な感じですごいいいなと思いますね。で、キャンプ型の箱庭制作ゲームっていうのも他にないですよね。で、今回はキャンプ施設経営シミュレーションゲームであり、目線としては経営する側ではありますが、キャンプの雰囲気を味わうことができるっていうのも魅力かなと思います。キャンプにやってきたお客さんや動物たちが自由に過ごしている様子を眺めてるとすごい癒されるっていうのもありますし、夜になるとお客さんが焚き火をやっているので、その焚き火部分がちょっと明るくなってエモい感じになります。しかも夜になると他の作品でやることがないので、ただ朝になるのを待つって感じになっちゃうんですけども、今作は夜でも楽しめる部分とか、夜だけの行動とかイベントっていうのも発生するので、夜も楽しめるというところですね。2つ目は手軽な操作感です。カイロソフトタイトルを重ねるごとに操作性がどんどん改善されて、久々に昔のタイトルをプレイするとこんなにやりやすくなってるのかっていうに差に驚くレベルになってます。特に今作では縦と横の画面の選択と施設の回転移設が最初から可能になっているのが真実だなと思いました。施設の回転とか移設って他のタイトルだと結構研究っていうのを進めていくうちに途中からできるようになるんですけども、これが最初からできるっていうのは嬉しいなというふうに思いました。あとシミュレーションゲームで結構操作することが多くてごちゃごちゃってしちゃったりとか、ボタンの配置とか UI が複雑になりがちなんですけども、カイロソフトは毎回触るべきボタンっていうの結構絞られていて、毎回おなじみの配置にしてくれているので、迷うことなくプレイすることができます。あとスマホでもやりやすいようにボタンのサイズ感っていうのも結構大きくてしやすいなというふうに感じます。ただ今回の森林キャンプが丘ではなぜか、施設のですね配置が4方向普段はできるんですけども、今作は2方向しかできないのがちょっと不満ポイントかなというふうに思いました。機能的には全く問題ないんですけども、箱庭ゲーム的には4方向のグラフィックがあった方が見た目的に良くなると思うので、ぜひここは改善していただきたいなというふうに思いました。3つ目はグラフィックの細かさですね。先ほどもお話ししたんですけども、今回はグラフィックが過去作の中でも細かくてすごく綺麗です。キャラクターの動きももちろん楽しめるんですけども、例えばテントの設置場所を設置すると、それぞれ別のデザインのテントがちゃんと設置されたりとか、アウトドアショップ経営の方でも設置する商品を選ぶと、ちゃんとその設置した商品に合わせたグラフィックが用意されていて、すごい陳列されてる様子が少しずつ減ったらちゃんと減るとか、そういう
いう様子が楽しめました。キャラクターもキャンプということもあり自炊をするんですけども、この炊事場を設置するまではおにぎりしか作れないんですけど、ちゃんと設置した後はカレーを作ったりとか他のもの作ったりとかして、ちゃんと食べるものも変わるとか、細かくて見ている部分がとにかく癒されるというところが大きいなと思いました。こういうグラフィックの進化も感じられてすごく楽しいな、嬉しいなというふうに思いました。実際にレビューでもカイロソフトの新作を楽しみにしてました。レビューが微妙だったので迷いましたが購入しました。湯煙温泉のキャンプバージョンです。まだ1年目ですが、鳥の鳴き声や夜はフクロウも鳴き、ゴールデンウィークは外出ができないのでこのゲームで気分転換できそうです。さすがカイロさん、楽しくプレイしています。キャンプ場だけではなくショップの経営もできて長く楽しめそうです。というように早速ゴールデンウィークにプレイしてキャンプ気分を味わっている方のレビューが多く見られました。一方でリリース直後でまだバグも多く見られるようなのでそちらだけ注意が必要です。現状確認できる範囲ではバンガローの設置で一部バグが発生しているのと、数年分プレイするとエラーが発生して急にアプリが起動できなくなるっていうバグですとか、あとフリーズするっていう風なバグが発生しているようです。とはいえ10年以上プレイしても全く問題ないですっていう方もいらっしゃったので、こちらに関して発生条件が現状は不明なようです。カイロソフトさんはアップデートがすごく早いので、こちらも早めに改善していただけると思いつつ、これからプレイするっていう方はエラーが発生する可能性があることを見込んで購入するようにお願いします。はい、今回はカイロソフトの最新3タイトルと実際にプレイした感想を交えてなぜ評価が高いのかという理由について解説していきました。カイロソフトの良さといえば安定したクオリティと手軽なのにやり込めるゲーム性、シュールな面白さというところかなと個人的には思っています。特に最近のカイロソフトのタイトルは本当にコンテンツが洗練されてきていてやり込み要素が増えているのはもちろんなんですけども、操作性も初心者の方が入りやすいようにかなり改善されてきているなというふうに感じます。カイロソフトを実況される有名 YouTuber さんも増えてきたので、どんどん新規カイロソフトファンが増えてきていると思います。特にうんこちゃんとか牛沢さんとかレトルトさんとか一本動画を上げるたびに相当な影響が出てるんじゃないかなというふうに思います。毎回ブレない面白さとか手頃な価格で買い切りができて長く遊べるやり込み要素がファンが期待している要素ですので、私も6年以上カイロソフトのゲームを遊んできてますが、最近の伸びはすごいなというふうに本当に思っています。で、今回は最新作タイトルのみをご紹介しましたけども、カイロソフトのゲームは基本的に外れがなくて面白いものばっかりなので、ぜひこちらの動画を見て自分に合うタイトルを探してみてほしいなと思います。もしこの動画が面白いなと思ったら今後もカイロソフトやシミュレーションゲームの攻略検証動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。